子さん、なんか、風水を勉強されてる方や風水をお好きな方たちって、家にやっぱりいろんなものを置かれたりする方が多いですけど、一般的に、こっちの方角にはこれを置くといいよとかって言って、それをもうずっと真面目にやってらっしゃる、ずっと置いてらっしゃる方とかいらっしゃいますが、それに対して、そういうもの、そういう考えで皆さん、まあ、先ほど言ったように信じるものは救われるなんですけそうど、でもです。本当はどうなんでしょていうか、フライングスター風水ではそういうことはないです。永久に、例えば東は竜とか、南はフェニックスとか、北は亀とか、そういうのはないです。あの、四柱推命と合わせて、例えば動きたくないだから、どこそこの、その人のそのどこそこの方、家だったらどこそこの方に何を置くとか、馬を置くとか、羊を置くとか、あと、恋愛運を上げたいから、その人の家の、例えば、ある方位に花を置くとか、そういうのはありますけど、それも全部その人の生年月日を調べて、その家の風水を調べないとわからない。う？うん。全部オーダーメイドなので、一般ああ、なるほど。的に、例えば北に何を置けばいいとか、南に何を置けばいいとかっていうものは、フライングスター風水ではないです。そういうの。なるほど。お勉強になります。私はこれが絶対正しいから皆さんこれ信じましょうっていう気持ちはないというか、あの、うん。そういうことは誰も言えないと思うんで、ただ私はたまたまエビデンスがたくさん得られたので、この風水を信じてますというこうん。とです。で、はい、すごい説ここに得力がある。それ。何を置いたらいいっていう風水私もやりました。あ、うん。いいっていうか、例を言いますと、これよく昔話してたんですけど、よく講座とか、お話頼まれた時によくお話ししてたんですけど、私が最初に習っていたある風水の先生が、泥棒よけに、ここの方位に置物を置いてください。で、私はそのお店から、先生のお店から大量に購入しまして、で、その当時、タダで見てあげてたんですね。勉強のためと思って。タダで見てあげてた、そのあるレストランが、いっつもここから泥棒が入るんですというドアがあったんですよ。で、とてもいい機会だと思ったので、分かりました。私、防ぐのと言われているものを持っているので、置きます。置きましょう。って言って、そのレストランに持って行って、置いたんです。で、家に帰ってきたら即電話があって、あの後間もなく泥棒に入られましたって。で、私、ただで見てたんでよかったんですけど、分かりました。申し訳ないんですけど、置物すべて捨ててくださいって申し上げて、もうその物を置いてどうこうっていうのは、もうその時以来やめました。うん。わもう神様かります。が、これはやめなさいって私に教えてくれたんじゃないかなと思って私はやめたんですけど、でも、うん。それを信じていらっしゃる方がまだいらっしゃる、というかいらっしゃったとしたら、それ嘘ですからやめなさいとは私は言うつもりはないです。信じててくださいって言いたいです、むしろ。お守り。でも、私の場合はそういうことがあったので、信じてません。はい。これもエビデンスですね。うん。全てエビデンスです。はい。質問なんですけど、私のセッションで、お家とかを見せていただいて、ここにキラキラするものを置きなさいって来たから、サンキャッチャー置きましょうとか、置いたらどうですかとか、ここにアメジストの石を置かれると、エネルギーが高まるはい。ので、こう、お母様にいいですよとか、こういうの結構あるんですけど、こういうのは言っていや、いいんでしょそれを節さんだったらいいと思います。節さんが本物のサイキックの方だから、それは多分正しいんだと思います。絶対に。